革包丁、別立ち、それからカッターナイフ、こちらで革のカットについての説明をしていきます。こんにちは、アトリエネトラポートです。ネトラポートチャンネルでは YouTube を利用したオンライン革教室を行っています。無料動画の他にメンバーシップ会員様限定で130を超えるアイテムの詳しい作り方動画が見放題となります。初めての方が革教室にて実際に行うプログラムも動画にして用意してあります。月々990円、自宅から通える革教室となります。メンバーシップにご加入していただき、一緒にレザークラフトを楽しみましょう。さて、今回はこちらの革包丁になります。こちらのチャンネルもう3年以上経つんですが、一番最初の方に出した動画が革包丁の使い方という動画があります。今回はそちらを改めてリニューアルということで、これから始める方、迷っている方、初心に立ち返りたい時など、こちらの動画が参考になると嬉しいです。それでは動画の方をご覧ください。それでは革をカットしていくのに基本となる3つの道具を紹介します。この他にもあるんですが、デザインナイフなどね、ちょっと特殊なものもあるので、使い勝手の良さなどは使ってみて判断してみてください。まず一番手軽なこちらです。こちらは NT カッタープロ A というものになりまして、こちらね、普通の一般的なカッターになります。刃先の部分の角度を見てもらうとわかるんですが、こちらね、かなり鋭角になっています。普通のカッターでももちろん切れるんですが、鋭角になっている分、細かいところなどがね、すごく切れやすくなっていますし、切れ味もなかなか、鋭くいいものになっているのでおすすめしています。カッターは細かい部分などはこのままね、こうカットしていくんですが、直線部分が多い作品になってくると、こういったカッターを当てる部分があるね、定規があります。こちらに低くなっているので、こう乗っかっていっちゃうんですが、こちらね、平らになっててピシッとカッターの側面に合わせてピーッとカットすることができるので、定規さえずれなければ直線が切りやすく、また手軽にカットできます。結構広い範囲のもの、大きなものはこれでカットをしています。刃の先の角度は30度となっていまして、刃を取り替えればすぐに切れ味も元に戻るので、500円ぐらいで買えると思います。予算のことでね、迷っていたりする場合は、もう迷わずこちらを使ってください。左右、対称になっているので、刃を入れ替えれば左利きの方も使うことができます。そしてこちらとこちら、似たような形状ですが、こちらが革包丁になります。で、こちらが別立ちと呼ばれるものになります。形状がね、すごく似ていますが、こちらは最終的にレザークラフトをね、続けていく方、こちらをね、おすすめしたい。一度は使ってもらいたいなと思うんですが、革包丁を研がなくてはいけないので、頻度によると思うんですけれど、研いで使用して、長く使っていく道具になります。ただ慣れるともうスイスイね、どんなところでもカットできてしまうので、ぜひ最終的にはこちらを使っていただきたいなと思っています。力を入れずに分厚い皮がスッと切れるので本当に感動します。こちらは特選革包丁、だいたい2000円ぐらいで販売されているものです。もっとね、すごい切れ味もっとすごいものもあると思うんですけれど、最初はね、こちらでいいかなと思います。道具を育てたいという方にはね、本当におすすめです。そしてこちら、大きなホームセンターや文房具店で気軽に手に入ると思います。こちら別立ちは、こちらも700円ぐらいで手に入るかなと思います。替え刃になっていますので、こうね、取ってもらうと、この刃が反対側にもついているので、切れ味が落ちたら反対側に切り替えてカットができます。こちら革包丁のようにやっぱり研がなくてもいいのがすごく魅力的だと思います。こう力を入れてカットすることができます。それではそれぞれ皮をカットしてみましょう。まずはカッターナイフからカットしてみます。カッターナイフは何といっても長い距離、定規を使ってまっすぐに切れるというのが私の中での利点になっています。まっすぐ切るのなかなか大変だと思います。最初ね、そのまま手で切るのは大変だと思いますので、定規使うと直線部分とても綺麗にカットできます。カッターナイフ結構斜めになりやすいです。斜めになるとこ
この断面が直角ではなく斜めになってしまうので注意が必要です。どの刃にも言えることなので、断面が直角に切れるように角度を調整してください。まっすぐな状態でカットできるように練習をしながら使ってみてください。次は別立ちです。まっすぐな方が自分側に来るようにしてこのように握ります。手が届く方は上にこのように親指を乗せてあげると安定します。ただ手の小さい方、あまりね上に持ってくると重心が上に来てしまってグラグラしてしまうので、無理に持たなくて大丈夫です。私も届きにくいので下の方を握っています。こちらも刃が片刃になっています。ちょっと分かりづらいですが、こちら側が切れる方になります。少し右に倒してください。刃の断面がこちらはまっすぐ、こちら少しねこのように角度がついていますので、このまま切ってしまうと断面が少し斜めになってしまいます。まっすぐよりかは少し気持ち右に倒して手前に引いていきます。皮をねしっかり押さえてあげてください。この断面直角になっているかどうか確認して何度もそちらも練習してみてください。最後に皮包丁です。これはねレーザー加工機でキャスの名前を入れました。少し、研いでる癖で刃が斜めになっていますが、さっきのオルファ社の刃に比べても見てわかる通り少し刃に厚さがあると思います。でこちら側がねまっすぐになっていて、こちら側斜めにこうなっているのがすごく分かりやすいと思います。こちら側がやはり自分側に向くように、同じようにこの下の方を握って、手が届く方、ここに手を入れてください。手首をね使ってカットしていきます。私はちょっと手が届かないので無理やりやるとね手がプルプルしてしまうので、下の方をしっかり握っています。でカットする時ですが、まっすぐな方が自分側に来るように下の方を握るんですが、その後刃の角度です。刃の角度少しねこう右に倒すんですが、さらに刃を奥に倒します。この刃全部を使ってカットするのではなくて、刃の先の方だけを使ってカットをしていきます。この状態でカットしていきます。それではまっすぐなところカットしてみましょう。右側からライトが当たっていると包丁の影でこの線が見えなくなります。しっかり光に線を当ててあげると線が見やすくなります。シュリンクレザーなどのシワ加工されたものだと特にそうなので、しっかり、こちら側からライトが当たるようにしてください。切りたい、カットしたい線のところの上に包丁を持ってくるんですが、このまま持ってくると、まっすぐ持ってくると自分の方から見ると、線が見づらくなると思います。少し刃を右に倒します。手の甲をゴム台につけてしまって大丈夫です。倒した刃先を見ながら左手の人差し指も使って刃がぶれないようにします。そして刃先を線上に持ってきたら、ここから先ほどのまっすぐよりも少し右の奥に倒した状態で、この状態で力を入れて切り始めます。刃を手前に引っ張ってきます。ゆっくりで大丈夫です。左手はしっかりと皮を押さえてあげてください。皮が動いてしまうと線も曲がって切れてしまいます。ゆっくりカットしていると線から少しずれそうになった時に修正が効きますので、急いで切らなくて大丈夫です。で刃がね全部ベタっとねここまで刺さっていると大変切りづらくなります。一番最後まで来ました。ここはこのまま引っ張らないで刃を下に落とす感じで切ると皮の端っこが伸びないです。切ったらこの断面をしっかり見てみましょう。断面が直角になっていれば上手に切れています。この断面下の方が短い時は刃が右に倒れすぎています。少し左目にしてもう一度カットしてみてください。皮包丁は切れ味がとても大事です。ガリガリ言ってきたりしたらもう全然それは切れないので、しっかり研いでください。こんな感じで直線はカットしていきます。
いかがでしたでしょうか？ね、自分に合った道具はどれかなと見つけてもらえると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。